どうもこんにちは、川勝健です。今日はキッシュメイドトゥオーダーラインの新デザインを紹介したいと思います。キッシュの MTO はですね、現在紐靴のデザインが10型、そしてローファーのデザインで2型、計12型ご用意しているんですが、今回新しく紐靴のデザインを1つ増やします。このデザインはキッシュザワークにとってはかなり、象徴的というか、記憶に残っている方も多いんじゃないかなと思うデザインでして、今回やっとというか満を持して MTO に登場します。キッシュザワークっていうのは今 MTO、ビスポーク、ナンバーズコレクション、そしてスタイルドビスポークというのがありまして、スタイルドビスポークは MTO の中ですね、仲間として、そしてビスポークはまた別、そしてナンバーズコレクションっていうのもまた全く別にあるんですね。この MTO のデザインっていうのは、MTO 専用でMTO 用に作ったデザインっていうのももちろんありますし、ビスポークで自分用に作った、お客さん用に作ったのからMTO にインスピレーションっていうかデザインの元として MTO にしたっていうのもありますし、ナンバーズコレクションを元にしてデザインした MTO というのもあるんですね。そのナンバーズコレクションを元にしてデザインしたというのは、例えばスノーベルですね。こちらはナンバー6の2アレットのプレートを原型にしてますし、ペカン、この辺は非常にシンプルなデザインなんで、あまりナンバーズコレクションの個性っていうところには関係はないんですが、ナンバー1のパンチとキャップとミュージアムカーフで作りましたね。これを MTO モデルペカン、パンチとキャップとのモデルにしたり、ナンバー9ですね、ホールカットのダービーをアルダーにしたりと、デザインはそれぞれ全く同じではないです。ナンバーズコレクションというのは一点物の作品でありまして、この革をこのデザイン、このサイズで作りますっていうただ一足だけなんですね。なのでもちろんナンバーズコレクションと同じものにはならないですし、そのナンバーズコレクションこのシューツリーまで含めて作品作りというところは MTO とは違うんですけど、デザインの元としているのがいくつかあります。そして今回新しく紹介するデザインもナンバーズコレクションを原型とするデザインです。では紹介していきます。今回のデザインはこちら。このデザインのパターンの型の名前で言うと、外羽フルブローグ、外羽 U ウィングとかですかね。まず基本となるのは外羽のフルブローグです。羽が外についていて、そして穴飾り、銀ピングが配された華やかなデザイン、フルブローグになっています。なんといっても特徴はここですね。これが U 字になってます。通常のフルブローグというのはこちら MTO モデルのマホガニーですが、ここが尖るんですね。ウィングチップと言いますが、鳥の羽のような感じに華やかな形状になってます。これが通常のフルブローグですね。クラシックなフルブローグ。一方で今回の新デザインはここが尖らずに U 字を描いていますね。決まった名前は微妙なんですけど、イギリスの方ではクレセントブローグ、三日月型、ここが月の形に見立ててクレセントブローグと呼んだり、あとはU ウィング、U の字をしてるから U ウィングと呼んだりとか、あと U チップと呼んだりもしますね。U チップっていうとこうやってね、日本でいうところの U チップですね。エプロンダービーと混ざっちゃうので U ウィングと呼ぶのが比較的一般的だと思いますね。U ウィングの外羽ブローグですが、こちらですね、ナンバーズコレクションナンバー3イノシシブローグという靴がありました。これはですね、キッシュザワークの展示会第1回目ですね、2021年の11月に行いました展示会でナンバー1からナンバー6まで制作したんですが、そのうちの一つです。実はこのナンバー3のイノシシブローグというのはですね、キッシュザワークにとって重要な作品でして、というのはですね、現在キッシュザワークの MTO ビスポーク含め人気な素材として注目を集めているイノシシ革ですね。害獣駆除された野生のイノシシ革なんですが、この革を最初に僕が使用したのがナンバー3イノシシブローグです。このナンバー3の靴は作るきっかけが革から始まってます。イノシシ革っていうのを気になって一度買ってみたんですよ。購入させてもらってるバリードさんと初めてやり取りをして購入させていただきまして、で届いた時にこの革はめちゃくちゃいいと、
思ったんですね。僕は、もちろんボックスカーフやコードバンも好きなんですけど、表情のある脂肪革とか片押し系に結構惹かれる部分がありまして、このイノシシ側の質感、最初見た時に表情、質感、腰、張りっていうのがもう好みバッチリきたんですよね。なのでこの革を使った靴、デザインは何にしようかっていうふうに革から靴のデザインをしまして、その結果このイノシシブログのデザインになったんですね。厳密に言いますと、今回新デザインの U ウィングとイノシシブログナンバー3のイノシシブログのデザインは全く同じではないです。後ほど解説します。そしてそのナンバー3のイノシシブログを制作しまして、これがですね、もちろん自分でもすごく完成度の高い靴ができたなと。なんていうか、素材、デザイン全てがうまくマッチしてる靴ができたなと思ったんですよ。もちろん全部ねいい靴にしようと思って作ってるんですけど、その中でもなぜかこれなんかやけにいいなみたいなってあったりするんですよね。でナンバー3の靴はそれでして、かなり YouTube 上でもお客さんファンの方からも反響をいただきまして、非常に嬉しかったですね。僕自身も気に入って満足してできたデザインだし、でそれをかっこいいですねって言ってもらえてすごく嬉しかったんですよ。なのでその後ナンバー3の靴を作った後に自分用に靴を一足作ろうと思ってたので、イノシシ革で色を変えて同じデザインで自分用に靴を作ったんですね。そしてそれを靴磨き選手権2連覇を果たしたニータさんですが、ニータさんにお願いしてアンティーク仕上げを施してもらったというのが思い出となった靴です。関連の動画は全て概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。そんなねイノシシブログ、そしてその後に作った自分用のイノシシの U ウィング、象徴的なデザインでもあったので、結構お客さんからもね、イノシシブログのデザインは MTO には追加されないんですかとか、あのデザイン欲しいですっていうの結構ねいただいてまして、ただこのイノシシブログのデザインっていうのはそんなに奇をてらったものではないんですが、クラシックで伝統的なデザインでもないんですね。メイドトゥオーダーの現在用意している12型というのは、僕の中でやはり最初はスタンダードなデザインでベースを固めていこうというのがありましたので、キッシュ・ザ・ワークらしいデザインというのは木型とデザインのラインで表現しようと思っていたんですね。なのでデザインとしてはスタンダードなものばかりです。ただとは言ってもかなりねもう12型揃ってきましたので、クラシックもやりつつも少し変わったキッシュならではの個性あるデザインっていうのも増やしていくタイミングなのではないかと考えまして、今回新しく新デザインとして投入しました。なので実はね今回のこの新モデルというのは僕の中でもかなり昔から知ってくれているファンの方の中でもついに来たかというねそんなデザインなんです。それでは詳細に靴の解説をしていきます。この靴はですね U ウィングのフルブログということなんですが、特徴が先ほどのこの U ウィングになっている部分と、もう一つフルブローグのこの穴飾りですね、これが親穴のみになってます。通常ですとフルブローグは親穴と小穴、小さい穴と大きい穴の組み合わせで飾りをつけるんですが、今回のモデルは親穴のみです。これはナンバー3イノシシブログの時にもそうだったんですが、このイノシシ側って毛穴、脂肪の表情がすごく特徴的なんですね。であまり細かいことをやると表情の中に埋もれてしまうんじゃないかというふうに思ったので、小穴をあえてなくして親穴のみにしたんですね。その代わり親穴の感覚が詰まってます。こうすることでこのイノシシ側の押しの強さ、表情に負けないような飾りを作ろうと思ったのがこの親穴のみのブログです。そして革の断面にはギンピングですね、ギザギザのカットをしてあります。さらに履き口パイピングになってますね。革をぐるっとくるんであります。キッシュワークのモデルとしてはこちらのアルダーですね、
これも外羽でパイピングになっています。パイピングの雰囲気というのは結構好きで、柔らかい印象になるというか、ちょっと可愛らしいカジュアルな感じになりますので、割と気に入って作業することが多いですね。はい、そしてイノシシブログとのデザインの違いとしては、ここの部分が若干違ってますね。イノシシブログはここスペクテーターシューズみたいな感じのパターン取りをしてたんですが、これ若干違ってます。でも見た目としてはほぼほぼ同じ感じになってますね。またですね、つま先形状、イノシシブログはこれは専用にイノシシブログ用に木型を作ったんですが、これティッシュの MTO のスタンダードラストなのでラウンドトーンになっています。ティッシュの MTO はね、スクエアトーンも選べますのでスクエアにすることもできます。ただ現状用意しているスクエアトーンというのは結構シャープめなので、印象としてはね結構シャープな感じになると思いますね。ラウンドトーンの方が比較的ねデザインの相性はいいんじゃないかと思います。そしてかかとはシームレスヒールになっています。こんな感じですね。で今回このサンプルのアッパーはイノシシ側のナチュラルを使っています。ナンバー3イノシシブログの後に自分用に制作したものと同じ革です。でこれをニータさんに磨いていただいた時は、このつま先かかと部分に茶色いワックスを塗ってもらってアンティーク調に仕上げてもらいました。実は靴は僕の手元にもなくてですね、ちょっとサイズを小さく作りすぎてしまって履いたんですけど結構痛かったので、とあるイベントでファンの方に販売しました。なのでこのデザインでまた自分用に作りたいななんて思ってます。そしてこの靴、ソールの仕様ですね。もちろん MTO なんでソールの仕様いろいろ選べるんですが、このサンプルはハーフミッドソールになっています。ハーフミッドソールというのはですね、この辺からソールが分厚くなっているのが分かりますかね。ダブルソールっていうと前部分後ろ部分全部ソールが二重になってそれが分厚く見えるんですけど、ハーフミッドソールというのはこのウエスト部分はシングル1枚ですね。この辺から2枚になってるんですよ。前部分はダブルソールになってます。なのでシングルソールとダブルソールの合いの子みたいな感じですね。ダブルソールの迫力はありつつも、それよりは少しシングルソールに近いエレガントさがプラスされるみたいな、そんなイメージです。ナンバー3のイノシシブログがハーフミッドソールで作っていたので、サンプルもこんな感じで作っていました。もちろん全部ダブルソールもいけますし、シングルソールもいけます。こちらの新モデル、名称はヘーゼルです。騎士の MTO ではモデル名にそれぞれ木の名前を与えているんですが、こちらの Uウィングはヘーゼルと名付けました。ヘーゼルといえばヘーゼルナッツですね。ハシバミの木なんですが、なんとなくね色味もそうなんですけど、形状とか僕の持つイメージですね、ヘーゼル、親しみやすさもありますのでヘーゼルと名付けました。このヘーゼルはですね、この3月末からオーダー開始です。一番早いオーダー会としては3月の28、29に行いますリンゴ製菓、東京の銀座リンゴ製菓での受注会になります。それ以降ネットでもオーダーを受けられるようにオンラインショップ追加しますので少々お待ちください。そして MTO ですので革、ソールの仕様ご自由にお選びいただけますので、ぜひ妄想して楽しんでください。僕もですね、このデザインイノシシブログ、そして自分用に作った靴、茶色のダークブラウンのイノシシ側とこのナチュラルのイノシシ側で作ったこのデザインしか見たことがないんですね。なので、もちろんね、このデザイン、この革おすすめですが、いろいろな革ありますので、そちらをね自分の好みの靴にする楽しみもね、ぜひ味わっていただきたいなと思います。僕もこのヘーゼルがいろんな革で靴になっていくのをね見るのがすごく楽しみです。ちなみに最後にもう一つ、3月末までにもうワンデザイン、新デザインというほどではないんですが、もうワンデザイン新しく今現在準備中ですので、またそちらも完成次第お知らせします。ということで、新デザインヘーゼルの紹介でした。ではまた。